こんにちは。今日の靴作りはこいつ。この前釣り込みから唐毛縫いまで終わりました。この一枚革で作ってるスリッポンです。これ今こんな感じで、ソール面は中底に唐毛縫いの糸が見えてる感じです。でここにシャンクとコルクを入れて、その後この靴は巻き縫いがかかります。まずはこの取ってあったこれ、中底唐毛縫いするためにここ段差つけてあるんですよ。この段差をつけるために切り落とした革ですね。これを戻していきます。次はね、ここにコルクを入れます。ハンドソンの場合と違ってかなりコルクの面積が少ないですね。コルクが段差になっているので、ここ削っていきます。これソールですね。オークバークのソール。靴の形に切って、この端っこぐるっと一周ね、少し薄くしてあります。これに糊を塗ります。はい、糊を塗って水につけておきました。柔らかくなってます。これを貼ります。はい、こんな感じでソールを貼り付けてソールの形整えました。ベルトがないので全くコバの張り出しがないです。これドブ起こししていきます。こんな感じでソールを貼り付けてドブ起こしができました。でこの後はね、巻き縫いの工程になるんですけど、このアウトソールと中底を縫い付けるんですけど、今回はちょっと機械縫いをお願いしてみようかなと思ってます。巻き縫い前手でやったこともあるので、一応できるはできるんですけど、今回はね、機械縫いで巻きを縫ってくれるところにお願いして縫ってもらおうと思います。
はい、ということで巻き縫いをかけてもらってきました。いやすごかったですね。井の頭線の池の上駅にあるアデッソさんというところに行って巻き縫いをお願いしたんですけど、僕ね機械縫いをこの目の前でかけてもらうっていうのは初めてだったんですよ。このでっかいミシンでねガッシャンガッシャンやって、もうあっという間に縫い上げちゃって、片足に30秒でしたね。いやもうすごくね上手にやってもらって、もう本当感謝しかないです。いやこれはねちょっと機械にはまっちゃいそうな感じなんか僕縫ってるわけじゃないから見てるだけなんですけど、なんかねあの音とかね、この縫われた後のこの仕上がり具合がねなんか爽快なんですよねちょっとどんな感じだったかお見せします。巻き縫いは中底とアウトソールを縫い付けるので、木型入ってるとね縫えないので木型を抜いてから持っていきました。でどんな感じになってるかというと、中底側巻きのステッチが入ってますね。でアウトソール側どの辺を縫うのか分かんなかったので溝彫りも一緒にやってもらったんですけど、彫った溝にはバッチリはまってつま先までめちゃめちゃ綺麗です。ちょっとミシンの腕の関係でつま先のあたりが入りづらかったみたいなんですけど、なんとかなるかっていうことですごく丁寧にやってくれました。でも本当にねこれ手でやると1時間から2時間ぐらいかかる縫いをね20秒30秒でやっちゃうというね、いや本当に機械の力は偉大ですね。分かってたんですけど改めて思い知らされました。これで中底とアウトソールがしっかり縫い付けられているのでソールが剥がれることはないですね。今木型抜いてあるんですけど、今後の作業また木型が入ってる方がやりやすいのでもう一回入れ直します。まずは押し込みます。そしたら木型を抜く時の逆ですね。これで戻すんですけど、このままだと履き口入らないので、もう人間が靴を履くのと一緒ですね。靴べらを使ってよいしょ。これで木型に靴を履かせました。この一枚革のスリッポンも仲間のソール底縫いまで終わりましたので、一気に完成が近づいてきましたね。このまま頑張ってやっていきたいと思います。ということで本日の革靴の金でした。ではまた。ほんとすげえ。ミシン使えるようになりたいな。